さんこんにちは。ソウル旅行大好きなエイミーです。今日は韓国旅行に必要な準備から出入国に必要な登録、当日の流れや新しく始まった SES、自動入国ゲートについても、持って行って便利なものや旅行中に注意する点、通信や便利なアプリ情報や両替や便利なワオパス情報も、ソウル市内の交通については詳しく、韓国ソウル旅行の完全ガイドとして情報を盛りだくさんでお伝えします。長い動画となりますのでタイムスタンプを押しています。必要な部分に飛んでご覧いただけます。久々に渡韓される方やソウル旅行初心者さんはぜひ最後までご覧ください。まずは韓国の入国条件からチェック。日本国籍・観光目的の韓国入国条件は、1、入国時期3ヶ月以上有効なパスポート。2、入国カードが必要です。2025年で紙の入国カードは完全に廃止になり、電子入国カードの申請が必要となりました。韓国旅行の前にあらかじめ準備が必要となります。電子入国申請 e アライバルカードは今やグローバルスタンダードになっていて、シンガポール、フィリピン、マレーシアなどもすでに紙の入国カードが廃止され、オンラインでの事前登録が義務化されています。注意事項として e アライバルカードは KATA とは別物になります。KATA はアメリカのエスタのような有料の電子渡航認証で、2026年12月まで登録免除不要となります。毎年延期の延期になっていますが、有料ですので免除されて韓国に行きやすくなりますね。有料といっても1万ウォン、約1000円で3年有効なので、よく韓国に行く人は登録しておいても良いかもしれません。KTA を登録している人は入国カードの登録は不要となります。最後に韓国の入国条件として、申告がある方のみ税関申告書が必要となります。まとめです。韓国入国に必要なものはこちらです。それでは事前登録必須の電子入国申請 e アライバルカードを登録していきましょう。今日はスマホ画面で案内します。登録の前に準備しておくものは、有効なパスポート、航空便情報と滞在先住所、メールアドレスが必要です。韓国電子入国申請書の公式申請ページを開き、日本語を選択します。概要欄に公式リンクを貼っておきますのでご利用ください。まずは公式ページか確認ください。登録は無料です。高額な手数料を取る悪質な代行業者もあるようですので注意しましょう。e アライバルカードは韓国到着予定時刻の72時間前、出発日を含む3日前から登録可能です。出発間際での登録となりますので忘れないようにしましょう。9名まで同時に登録可能ですので、家族は一緒に登録することもできます。電子入国申請の申告するをタップ。ステップ1は電子入国申告書約款に同意します。確認しながら全体同意にチェックを入れます。下にスクロールしてメールアドレスを2回入力し確認をタップ。こちらのメールアドレスに申請完了後に登録できた旨のお知らせが届きます。ステップ2はパスポート写真の読み込みをしていきます。スマホカメラで写真を撮るか、あらかじめ撮っておいた写真をアップロードする方法もあります。今回はスマホカメラを使用して撮影していきます。下のコードから読み込むので、必ず顔写真のページ全体が写るように撮影しましょう。写真を使用をタップ。パスポートから情報を読み込み、情報が自動反映されます。私はすべての情報がきれいに反映されましたが、アルファベットや数字を誤って読み込むこともあるようですので、しっかり内容を確認しながら、情報が反映されなかった箇所は手入力で追記していきます。ステップ3は旅行情報の登録です。ここからはタイトルの前に赤いアスタリスクマークがある箇所を入力していきます。準備しておいた航空券情報を確認しながら、入国・出国便の登録をします。航空便利用の方はエアー、船で入国する方は C を選択します。日付は登録ができる3日間のみ選択できるようになっています。便名を入力すると下の出発地と目的地が自動反映されます。自動反映されない場合は追記していきます。
袋便まで入力を完了させましょう。次に入国目的を選択します。私は観光を選択。滞留情報のビザ情報紹介は持っていない方は空欄で OK です。次は最大の難関、滞留予定地、滞在先の住所を登録していきます。ここだけ韓国語か英語での説明と入力となります。ホテルに宿泊する方はホテル名、住所や電話番号があれば登録できますので、ホテルウェブページやネイバーマップの情報を用意しましょう。5桁の郵便番号で検索していきます。入力すると住所の候補が表示されました。なんとミョンドンの住所が48ページも出てきました。住所の番地を探して見つかったらその住所をタップすると韓国語と英語の両方に住所が反映されます。その下は任意ですが、宿泊施設名を入力する箇所がありますのでホテル名を入力します。次は電話番号を登録します。韓国でつながる番号がなければホテルの番号を入力しておきましょう。最後に職業を選択して下にスクロールすると、すでに入力した E メール情報を確認して提出をタップ。ステップ4は入力情報を確認・提出します。発給番号が発行されました。今まで入力してきた情報が表示されるので確認していき、修正が必要な場合は修正するをタップして訂正します。間違いがなければ電子入国申請書を見るをタップ。登録が完了し申請書を確認できます。電子登録なので情報はパスポートに紐付けされます。控えを印刷することは不要です。心配な方は発給番号の画面をスクショしておくと安心です。下の PDF を開くとこちらでも登録情報が確認できます。登録したメールアドレスにも申請情報が届いているので確認することもできます。登録お疲れ様でした。所要時間は10分くらいで登録できました。住所入力だけクリアすればあとは簡単ですね。準備万端。それでは出発当日の流れを一緒に確認しましょう。私は羽田空港から出発しますが、羽田以外の日本出発やソウル以外の韓国旅行も出入国条件や流れは同じですのでご参考ください。チェックインと荷物を預けましょう。ウェブチェックインは今や必須で、しておくと当日空港でスムーズにチェックインと荷物預けができます。最近は紙の搭乗券は発券されず、e チケットという航空会社も多いです。旅のデジタル化が進んでいますね。羽田空港の大韓航空は有人カウンターで荷物を預けましたが、セルフで荷物を預ける航空会社もあります。受託荷物は航空会社や航空券の種類によっても規定が異なりますので、特に LCC 利用の方は荷物の重量をお気をつけください。朝など出発便が重なる時間帯は空港が混雑していますので、2時間前までに荷物預けまで済ませるのが良さそうです。それでは日本出国の流れいきます。まず保安検査場でセキュリティチェックを受けます。ペットボトルの飲み物などは処分して荷物チェックを受けます。次は申告が必要な方のみ税関で申告して出国審査に進みます。日本の多くの空港では日本国籍であれば自動ゲートでの出国審査となりますので、このような機会にパスポートを読み込ませて顔認証をして通過します。制限エリアに入りました。空港ごとの動画もアップしているので、ぜひチェックしてみてください。羽田や成田空港は制限エリア内にコンビニもあって便利です。最近は自販機の品揃えが充実していて驚きます。飲み物や食事のサービスがない LCC 便を利用する方や深夜や早朝便を利用する方には便利ですね。それでは飛行機に乗り込みます。搭乗時にはパスポートと搭乗券を提示します。紙の航空券ではなく e チケットでしたので、スマホ片手にピッと QR コードを読み込ませながら搭乗します。東京から2時間半で行けちゃうソウル。日本から一番近い海外でおなじみの韓国は時差もないので国内感覚で行けちゃいます。この日は大韓航空を利用しましたが、座席は広々。大画面モニターの下には USB ポートもあるのでスマホの充電もできました。あと注意事項として、昨年よりモバイルバッテリーの機内持ち込み規則が強化されました。モバイルバッテリーは受託で荷物への預け入れは禁止されますが、機内への持ち込みは許可されています。
先日の旅客機火災が発生したことにより、機内の荷物棚に入れることを禁止する航空会社が増えました。この時の大韓航空は、ジップロックなどに入れて、機内で携行するか、座席前のポケットで保管することが持ち込みの条件でした。各航空会社で対応が異なり、変わりやすいですので、各社のウェブページを確認してから渡韓しましょう。ここで韓国旅行に持っていくと便利なものや注意すること、ソウル基本情報を紹介します。日本と韓国ではコンセントのプラグと電圧が違います。韓国の一般的なコンセントは SE タイプと C タイプで、どちらも丸ピンが2本ついたプラグです。電圧も韓国は 220V、日本は 100V と異なるので注意です。でも最近の家電は自動で変換してくれるものが多いので便利ですね。あと、韓国はホテルで歯ブラシの提供がないので持参するのが良いです。でも何かアメニティを忘れてもコンビニやドラッグストアで揃います。韓国は現地調達できるので安心です。逆に持ち込みが禁止されているもので、鎮痛剤のイブやロキソニンの一部商品に入っている表示成分が持ち込み禁止となりました。韓国に持ち込んだ場合、空港税関で没収されたり、処罰の対象になるので注意しましょう。あと事前に準備しておきたいのが通信の確保。旅行中のネット環境は必須です。地図を見たり、地下鉄やバスの乗り換えを検索したり、お店やカフェを調べたり、通信は必須です。皆さんは通信はどうしていますか？ Wi-Fi ルーター、プリペイド SIM、キャリアの海外パケットサービス？私は断然 eSIM 派です。eSIM は通信の切り替えをするだけで簡単に現地の通信を利用することができるんです。オンラインで購入して事前にアクティベーション登録しておき、現地に到着後に通信を切り替えればすぐに通信がつながってとっても便利。私のいつも利用している eSIM の情報を概要欄に貼っておきますね。割引コードもありますのでチェックしてみてください。とっても簡単、便利ですので、利用したことのない方はぜひトライしてみてください。まもなく到着です。この日は4月で晴れているけどもやがかかっていますね。春にかけて黄砂などで大気汚染があり、近年深刻な問題になっています。くしゃみなど反応がある方はマスクで対策するのがいいですね。また、韓国は日本と同様に四季があります。個人的には春と秋が気候が良く観光しやすいのでおすすめの旅行シーズンです。ソウルの冬はとても乾燥していて氷点下にもなることも多いです。雪が積もることもあるので防寒対策と滑らない歩きやすい靴を持参しましょう。あと、旅行を避けたい時期としては、韓国はお正月ではなく旧正月にあたるソルラルの時期とお盆にあたるチュソクの時期はお店やレストランがお休みになるので注意です。休日は毎年変動するので1、2月や9、10月に韓国旅行を計画する方は調べてから旅行日を決めると混雑やお店の休みを避けられます。映像は無事にソウルインチョン空港に到着しました。アナウンスがあった後に eSIM の通信をオン。すぐに電波をキャッチしてネットにつなぐことができます。eSIM 便利です。ここで私がスマホに入れている韓国旅行で役立つアプリを紹介します。まずは韓国旅行ではダウンロード必須の地図アプリネイバーマップです。韓国では Google マップがうまく機能しないため、韓国版 Yahoo のような存在のネイバーを利用します。ネイバーマップは日本で使用する際の Google マップと同じで、交通の乗り換えを調べたり、お気に入りのお店や場所を登録しておくこともできます。徒歩ルートはもちろん、地下鉄だけでなく、バスも候補に出てくるので、移動方法を調べるのに便利です。日本語の読み込みができない時もありますが、カタカナや英語、アルファベットで入力したり、それでもダメなら韓国語をコピーしたりして使っています。右上の2つはタクシー配車アプリ、Uber とカカオタクシーです。私は世界中で使える Uber をよく利用します。韓国はタクシーが日本より安いので、人数が多い時、よく移動の際に利用しますが、流しのタクシーが捕まらない時にアプリで簡単に配車できるんです。配車場所と行き先を入力して配車を依頼。あらかじめ代金も確定するし、アプリに登録したクレジットカードで決済もできるのでスムーズです。
日本語対応もしているので、言語がわからない時でも運転手さんとの会話は最小限で済むし、とても便利です。カカオタクシーは韓国の配車アプリ、混雑している時間帯や場所によって配車できない時もあるので、2つをチェックして使うと便利です。次のアプリはこちら、キャッチテーブルグローバル。2時間待ちは当たり前の話題のカフェも、大人気の焼肉屋さんも、韓国で人気の飲食店やカフェは、このアプリでウェイティング登録する店も多いです。例えば行列必須の人気カフェ、ロンドンベーグルミュージアムも、キャッチテーブルでウェイティング登録をします。店頭でキャッチテーブルの QR コードを読み込んで、ウェイティング登録する場合は、アプリのダウンロードは必要ありません。ウェブで登録できます。その場合は Google アカウントがあるとスムーズに登録できます。この日は8時オープンと同時に並び、イートインは26組待ち、1時間半待ちでした。そして、このキャッチテーブルグローバルアプリからだと、店頭に行かなくても遠隔でウェイティングや予約ができるんです。ロンドンベーグルの場合は、平日9時から13時の間はウェイティング登録ができます。9時以降なので、オープンの8時から1時間は来店した人が優先です。同日の9時の時点でイートイン89組だったので、やはり1時間のビハインドは大きいですけど、遠隔でウェイティング登録できるのはとても便利です。もちろん、アプリであと何組目かも随時確認できるので、状況に合わせてお店に向かうことができ、並ばずに入店できて超便利。ウェイティング登録できれば、あとは順番まで観光したり、お買い物やカフェ巡りをしていても OK。登録をすると3通のメールが先ほど登録した Google メールに届きます。ウェイティング受付完了メール、あと順番まで10組まで繰り上がってきたら、最後に順番が来るとメールが届きます。随時あと何番目か順番が確認できるのも便利。ウェイティング登録だけではなく、予約ができる店もあるので、クト間前にアプリで行きたい店がウェイティング登録できる店なのか、予約できるのか確認してみるのがおすすめです。キャッチテーブルの使い方については別動画で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。次は超便利な翻訳アプリ、パパゴ。私はハングルが読めないし、韓国語は話せません。例えばローカルレストランでメニューに日本語や写真がない時や、店員さんと話したい時に翻訳アプリパパゴは活躍してくれます。パパゴは韓国の IT 企業ネイバーが提供する AI 翻訳アプリです。先ほど地図で出てきたネイバーと同じで、韓国語に関してはパパ語の翻訳が精度が高いように感じます。同じような機能で Google 翻訳があり、私は生粋の Google っ子なのですが、韓国に行くときはネイバーマップとパパ語を使用することが多いです。パパ語は音声、画像、ドキュメントでの翻訳が簡単にできます。とても便利ですので、ダウンロードしておくことをお勧めします。あとは、航空会社のアプリを入れておいて、ウェブチェックインをしておくと、当日スムーズに搭乗できます。下の3つのアプリは、後ほどお伝えします。それでは、無事にインチョン国際空港に到着しましたので、入国の流れを解説していきます。到着した時にあるこの掲示板に表示されている矢印に従って進みます。ここにバゲージクレーム、荷物受け取りレーンの番号が出てくるのですが、こちらが地味に便利で好きです。インチョン国際空港はアジアのハブ空港でもあるのでめちゃくちゃ広いです。アライバルズ、到着の表示に向かって歩いていきます。新しく始まった韓国入国自動ゲートスマートエントリーサービスについてもお伝えしていきますね。まず韓国籍以外の人は外国人レーンに向かって歩きます。入国の流れはこんな感じ。まず検疫はサーモグラフィーの発熱チェックにより発症の有無を確認。何もなければ通過です。次はイミグレ、いよいよ入国審査です。外国籍レーンに進んでいきますが、日本国籍に朗報。2025年12月より17歳以上の日本国籍も自動出入国審査ゲート SES スマートエントリーサービスが利用できるようになりました。 SES は韓国を訪れる外国人が入国審査の過程で長時間の待ち時間を軽減するために始まった自動ゲートシステム。先ほど日本出国時に日本国籍は自動ゲートで出国審査を受けましたが、その韓国版です。まずはインチョン空港からスタートしていて、これから他の空港にも拡大する予定です。
SES を通過するために、まずは事前登録が必要です。始まった当初は、インチョン空港の入国審査の前でしか登録ができない状況ですが、今後登録箇所が拡大する情報が入りましたら、コメント欄で追記していきますね。登録レーンではいつもの入国審査通り、パスポートを提示して顔写真を撮って指紋を登録して終了です。登録が完了したら SES の自動ゲートが利用できるようになるので、ゲートに進みます。入国審査に進む前に前提として、電子入国カード、e アライバルカードの登録が必要となります。登録はパスポートに紐づいているので、このまま SES のゲートに進みましょう。緑色の矢印に変わったら入場。パスポートの顔写真のページを読み取らせます。ドアが開いたら入場して、スキャナーに指をかざして指紋認証、最後に正面のカメラを見て顔認証を行います。認証されたらゲートを通過して入国。超スムーズです。登録はパスポートが新しいものに変わるまで有効で、登録後、次の韓国入国時は登録はなく、そのまま自動入国審査に進めるので、スムーズに入国できちゃいます。インチョン空港は1時間並ぶことは当たり前だったので、あの長い列に並ばなくても良くなるのは嬉しいですね。インチョン空港以外も順次拡大が見込まれていて、キンポ空港なども早く始まることを切望しています。始まったばかりでどんどんオペレーションが変わっていくことが予想されますので、ぜひ皆さんの体験談や情報がありましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。自動ゲート SES を利用できない空港や17歳未満の方、登録のできない時間帯に入国する方は、今まで通り有人カウンターでの審査となります。パスポートを提示して顔と指紋認証をして入国です。ポイントとしては、入国カード、e アライバルカードの登録を忘れずにしておくことです。e アライバルカードを登録していない方は、当日空港で入国審査前に登録をすることになります。入国したら荷物を受け取ります。先ほど飛行機を降りた時に表示されていた荷物レーンの番号は大抵覚えていないことが多いので、再度掲示板で番号を確認してピックアップ。最後は税関の申告です。申告が必要な方は申告レーンに進み、申告するものがなければ申告なしの緑の線に沿って出口へ進みます。無事に入国できました。インチョン空港は SES の利用でスムーズに入国できるようになりましたね。ここで両替情報いってみましょう。まず、韓国の通貨はウォンです。日本よりゼロが1つ多く、ざっくり計算でゼロを1つ取り1万ウォンは約1000円と計算します。レートの比較をするとこんな感じです。現金へ両替するなら、韓国に到着してからの方がレートが良く、空港よりもソウルの街中にある両替所の方がレートが良いです。街中で両替するにも多少レートや手数料の違いはありますが、少額であれば大きく差はありませんので、私はいつもホテルの近くの両替所で両替することが多いです。そして韓国は世界でもトップクラスのキャッシュレス文化、日本よりキャッシュレス化が進んでいます。現金しか使えないところは一部の市場、トンや屋台など、トンデムンやランデムン、カンジャンシチャンなどで食事や買い物をする方は現金が必要です。あと、交通カードへの入金は現金のみです。なので、私はいつも現金は最小限だけ持つようにしています。あと、私がいつも使っているワオパスカードが便利なので紹介します。ワオパスは韓国を訪れる観光客向けのプリペイド式カードです。外貨両替、クレジットカード、交通カードなどの機能を持つオールインワンカードサービス。外貨両替はレートも良く、日本円でチャージ、韓国ウォンでの引き出しができて、両替所に行く手間が省けます。ワオパスカードの機械は空港、ホテル、地下鉄駅、コンビニなどなど300台以上設置されているので、ほとんどの観光地でよく見かけます。現金での入金だけではなく、手数料はかかりますが、クレジットカードからのチャージもできるようになり、ますます便利になりました。円でチャージすると、クレジットカードが使える店なら、どこでも韓国ウォンでの決済として使えて、まるで韓国のクレジットカードです。日本のクレジットカードをあまり海外で使いたくない方にもおすすめです。また、このカードの中に交通カードの機能が入っているので、別途 T マニーを購入する必要なし、
地下鉄やバスもこのカード1枚で乗れちゃいます。しかも最近紙アプデがあり、ワオパスから T マニーへアプリ内でチャージが可能になり、わざわざ券売機やコンビニでチャージしなくてもアプリ内で完結できて便利になりました。ワオパスカードはキオスクでもクルックなどオンラインでも購入が可能。キオスクでは日本語の表示もあるので簡単に作成・入金ができます。新規でカードを作るときは新規カードを発行・パスポートをかざします。チャージしたい分の日本円を1枚ずつ投入。現金で韓国ウォンを引き出す場合は金額を指定して引き出します。出てきたカードを封筒から出して差し込んで抜いて有効化します。ワオパスの作成手数料として5000ウォン、約500円かかるのですが、今後韓国に来る方は作るとお得に便利に旅できます。カードを発行したらモバイルアプリのダウンロードもしましょう。カードを紐付けする前にキャッシュバック特典が受けられるキャンペーンコードの入力もお忘れなく。コードは概要欄に貼っておきますね。利用履歴も確認できるので、何に利用したかもしっかり把握できます。表示もウォンと円の両方で見られるので便利。また、新機能がたくさん増えていて、この送金ボタンからは友達と残高送金ができるので、ワオパスで割り勘できちゃいます。デリバリーボタンも増えてるし、商品券を購入するとキャッシュバックが受けられたり、モバイルタックスリファウンドで免税登録もできるようになっているし、機能の進化が止まりません。また、韓国に行ったら絶対にお買い物するオリーブヤングやダイソーなどでワオパス決済するとキャッシュバック還元があって特典満載のワオパスカードです。また、別の日に出勤するときはパスポートが必要です。連動しておいたアプリに番号を入れて認証して引き出します。出勤には引き出し手数料が1000ウォン、約100円かかりますが、クレジットカードも手数料がかかるので、レートを考えるとやっぱりワオパス決済がお得です。また、韓国の免税は対象店で1万5000ウォン、約1500円以上買い物をすると免税してくれます。手続きにパスポートが必要となりますので、買い物の際は忘れずに持参ください。対象店で買い物をしたら、決済時にパスポートを提示し、免税書類を作成してもらいましょう。店内のこのようなタックスリファウンドの機械で手続きする場合と、お店では免税書類やレシート発行のみで空港で申請するパターンもあります。あと、オリーブヤングのように決済時に即時還付となり、その場で免税分を引いてくれる店もあります。お店によって免税パターンが異なるので、お買い物の際は確認してみてください。あと、支払い情報といえば、韓国でも PayPay での支払いができるようになりました。利用するには、日本であらかじめ本人確認まで済ませておく必要があります。アリペイやゼロペイ加盟店で利用ができて便利になりました。ただ、手数料が 3.85% と、クレジットカードと同じくらいかかるので注意。韓国は Apple Pay なども使えます。映像は韓国のコンビニ CU ですが、韓国は日本と同様に本当にたくさんのコンビニがあって便利です。何でも売っているので、何か忘れても現地調達できて安心。あと、韓国には嬉しいプラスワンサービスがあります。この2プラス1と表示がある商品は2つ買うと1つおまけがついてきてお得なんです。1プラス1の商品もあるので、コンビニやスーパーに行ったらチェックしてみてください。またコンビニで韓国版のスイカ、T マニも販売していて、チャージすることもできます。韓国のコンビニは基本的には24時間営業しているので、本当に便利です。最後に、日本と違うところで、韓国のコンビニには基本的にトイレがないです。観光中は駅、デパート、カフェ、ファストフード店などで利用しましょう。カフェやレストランではトイレを利用するときに鍵やコードが必要な箇所もあるので、店員さんに聞いて教えてもらったり、レシートに記載があるので確認してみてください。トイレットペーパーは流さずゴミ箱へ捨てるところもあるので、表示を見て利用しましょう。次はソウルの交通情報行ってみましょう。まずは空港からソウル市内への行き方からお伝えします。ソウルの空港は先ほど到着したインチョン国際空港と市内に近いキンポ国際空港の2つがあります。日本からは多くの便がインチョン空港に到着します。
インチョン空港から市内への行き方は主に4つあります。1、空港リムジンバス。2、空港鉄道 ALEX。3、空港鉄道普通列車。4、タクシーです。私のおすすめは空港リムジンバス。ソウル市内までの所要時間は約70から90分で、料金は1万7000ウォン前後です。私はよくミョンドンに泊まるのですが、直通でホテルの近くまで移動できるので、とっても楽です。宿泊ホテルが決まったら、バス停が近くにあるかチェックしてみてください。注意事項としては、渋滞に巻き込まれることもあること。ソウル市内は朝夕など渋滞していることが多く、予定より多く時間がかかることもあります。時間に余裕を持ってスケジューリングしましょう。2つ目は空港鉄道 ALEX。ソウル駅までは約45分。料金は1万3000ウォンです。最短で空港ソウル駅間を結ぶ ALEX は45分くらいで市内に出られます。ただソウル駅から先は乗り換えが必要。ソウルでの乗り換えは少し距離があったり、地下鉄駅は階段も多いので、スーツケースを持っての移動は少し大変です。バスよりも安いけど予約が必要なので、時間を決めてチケットを購入する必要があります。渋滞に巻き込まれることはないので、早く移動したい方は ALEX がおすすめです。空港リムジンバスと ALEX のチケットはクルックがお得に購入できます。ALEX の予約も購入後にアプリ内でできるので、とっても便利です。概要欄に割引コードを貼っておきますので、お得にチケットをゲットしてください。eSIM も安いので要チェックです。すめの移動手段は空港鉄道普通列車です。ソウル駅までは約75分、4500ウォン前後です。4つ目は人数が多い場合はタクシーがおすすめです。市内まで約60分、8万ウォン前後です。次はキンポ空港からソウル市内への交通を紹介します。東京からだと羽田空港からの便のほとんどがキンポ空港に到着します。私も便利なのでよく利用しますが、キンポ空港はとってもコンパクト。入国審査の基本の流れはインチョン空港と同じですが、まだ日本人の SES 登録が始まっていないので、現状は有人ゲートでの入国審査となります。またキンポ空港でも SES の利用が開始したら、コメント欄で情報をアップデートしていきますね。キンポ空港からソウル市内への主な交通手段は3つ。1、空港鉄道、普通列車。2、タクシー。3、市内バスです。私がよく利用するのは空港鉄道で、ソウル駅までは約22分、1700ウォンです。複数人で利用するならタクシーがおすすめ。ソウル市内まで約30分で3万ウォン前後です。3つ目、市内バスで移動する方法もありますが、本数もあまり多くないですし、時間もかかるので、鉄道かタクシーがおすすめです。次は、地下鉄について紹介します。ソウルでの移動は地下鉄が便利。1から9号線があって分かりやすいです。まずは韓国旅行の必需品、韓国版スイカの T マニーをゲットしましょう。2025年より Apple Wallet に T マニーカードを追加できるようになり、ますます便利になりました。早速私も試したのですが、カードを出す手間はなく、iPhone だけで移動できるのはとっても便利です。別動画でインストールの仕方や使い方を解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。T マニーカード自体は自動販売機やコンビニで購入できます。私はワオパスカードに付帯している T マニーを利用しています。先ほどワオパスに入金しましたが、別途 T マニーに入金が必要になります。券売機でのチャージの仕方は日本語で表示できるのでとっても簡単です。交通カードのチャージボタンを押して T マニーをセットします。チャージする金額を選択して現金を入金。チャージされたらカードを取ります。券売機やコンビニでの交通カードへのチャージは現金のみ利用できます。ワオパス付帯の T マニーはワオパス自体に残金があればアプリ上で T マニーへ入金ができるようになりました。わざわざ券売機やコンビニに立ち寄る必要がないのでとっても便利です。気候動向カードも紹介します。気候動向カードはソウル市内の地下鉄やバスが定額で一定期間乗り放題になる交通カードです。カード自体は3000ウォンでコンビニ等で購入でき、日数により金額が異なりますが、3日券で1万ウォンです。地下鉄の料金は1回10キロまで1550ウォンで、10キロを超えると5キロごとに100ウォン加算されます。
旅行者が行くところはだいたい160円くらいで行けるので、韓国の交通料金は日本より安いです。さらに気候同行カードを使うと3日券で7回乗ればお釣りが出るのでさらにお得。私はたくさん地下鉄やバスに乗りそうな行程や一人旅でタクシー移動が少なくなりそうな行程の時は気候同行カードを利用。宿泊地を中心に徒歩での移動が多い行程の時は T マニカードを利用します。地下鉄の乗り方は簡単。行き先を確認しながら改札で交通カードをピッとかざして入場。エスカレーターは右が止まって乗るレーン、左が歩くレーンで東京とは逆です。駅の標識やアナウンスは基本は韓国語と英語ですが、観光地や乗り換えが多い駅は中国語や日本語のアナウンスもあるので安心です。私はネイバーマップ、地図アプリを片手に現在地も確認しながら移動しています。改札を出るときも改札にピッと交通カードをかざして出ます。地下鉄駅では本当に階段が多いので荷物を持って移動する際はご注意ください。路線バスもたくさん走っていて便利です。停留所には止まるバスの番号が掲示されていて、バスの車体に表示されている番号を確認しながら乗車します。バスは基本前から乗車して後ろから下車します。ソウルの幹線バスの料金は1500ウォンから、バスも安いです。ピッとかざして乗車します。日本に比べると少し運転が荒いこともあるので、座るか手すりにつかまって乗車するのが良いです。降りるときは降車ボタンを押して後ろのドアで交通カードをタッチして下車。T マニーカードは地下鉄、バス、タクシーの乗車料金を支払うことができます。あと、インチョン空港行きの空港リムジンバスの支払いもできます。バスの停留所にはチャージする機会がないので、あらかじめ必要金額をチャージして利用しましょう。ソウルはタクシーも安いので、人数が多い時はお得に移動できます。ぼったくりタクシーもいるので、タクシー乗り場からの乗車がおすすめです。あとは先ほど紹介した配車アプリを使うのが明朗会計で便利です。タクシーの支払いはクレカやワオパスカードの場合はクレジットカード利用と伝えて運転手さんにカードを渡して支払います。T マニーカードで支払う場合は座席の間にあるカードリーダーにタッチすると支払いができます。帰りにワープ。それでは帰国日の流れいきましょう。最初にインチョン空港利用者に超便利な事前搭乗手続きをお伝えしたいと思います。ソウル駅に着いたら ALEX と表示がある方向に進みます。ソウル駅地下2階見えてきました。シティエアポートターミナルです。こちらでは搭乗手続きをして荷物預け、出国審査まで済ませられる事前チェックインサービスが受けられます。こちらの韓国の航空会社が対象となります。インチョン空港はターミナルが2つあります。アシアナ航空は2026年1月14日よりターミナル2へお引っ越しとなるので注意です。事前搭乗手続きの対象者は当日出発する対象航空会社のインチョン空港発の国際線を利用する人、そしてソウル駅とインチョン空港間の空港鉄道 ALEX の当日乗車券を持っている人です。利用時間は5時20分から19時で、搭乗手続きの締め切り時間はターミナル1は便の出発3時間前まで、ターミナル2は出発の3時間20分前までとなります。空港鉄道 ALEX の予約が必要ですので先に購入しましょう。私は昨日クルックでお得にチケットを購入し ALEX の予約と座席指定をしたのでウェブ乗車券を持っています。乗車券を持っている方はそのままシティエアポートターミナルの改札に進みます。乗車券の QR コードをピッとかざして入場。航空会社のカウンター前に並びます。航空会社や時間帯によって混雑状況が変わりますが、私はチェジュ航空を利用し、10時頃のチェックインで20分くらい待ちました。カウンターではパスポートと航空会社の e チケット、または航空券予約画面を提示します。私は昨晩、ウェブチェックインを済ませ、モバイル搭乗券発行済めです。これが一番嬉しいポイント。ここで荷物を預ければ、インチョン空港は手ぶらで行けて、荷物の受け取りは日本に着いた時です。荷物検査が終わるまで10分ほど待ちます。荷物が無事に通過したら、次は出国審査へ進みます。パスポートと搭乗券を提示して、出国もここで済ませます。
手続きが済んだら手ぶらでフリータイム。ALEX が12時53分発なので2時間のフリータイム。シティエアポートターミナルは朝6時前からオープンしているので、もっと早くチェックインして他の街にも行くのもありです。私はロッテアウトレットとロッテマートで最後のお買い物を楽しみました。ここで気をつけることは、購入したものは機内持ち込み荷物となるので、液体物、キムチ、コチュジャン、化粧水などは量が持ち込めないので注意です。LCC は機内持ち込みの重量制限もあるので、重たいものも注意が必要ですね。ロッテマートもセルフレジでパスポートスキャンし、その場で還付できました。私は機内持ち込み可能なサイズの小分けパックになっているゆずティーを購入。無事に機内持ち込みができました。ソウル駅のロッテマートやアウトレットには大きなロッカーもあるので、スーツケースがある方はこちらで預けるのもいいですね。2時間はあっという間に経ち、先ほどチェックインしたシティエアポートターミナルに戻りました。次は ALEX の改札に直接行って乗車券をかざして入場。乗り場は地下7階でかなり深いので、早めに到着するのがおすすめです。ALEX は荷物置き場もあるし、全席指定席なのでゆったり座れて快適です。ALEX の車内では水と飲料、簡単な食べ物は食べて OK。匂いの強い食べ物と飲酒は NG です。インチョン空港に到着です。インチョン空港は大きいですし、出国審査も並ぶこともあるので、2時間前を目安に到着するのが安心です。ターミナルは2つあります。ご利用の航空会社のターミナルをしっかり確認しましょう。到着したら免税手続きを済ませましょう。免税登録エリアが変わっていました。ここではパスポートとお買い物した時に受け取ったレシートを用意します。こちらのキオスク機械でパスポートとレシートを読み込ませて手続きします。レシートを読み込ませて丸の表記が出れば税関申告確認が完了。×が出た場合は税関審査の対象となり、購入品の提示が必要になります。私は×が出たことはないですが、ランダム運用なので絶対に免税を受けたいものがある場合は、手続きが済むまで買ったものを手元に持っておくのが良いです。シティエアポートターミナルで出国審査まで済んでいる方は、航空会社のカウンターや荷物預けのレーンに立ち寄る必要はなく、直接ゲートに進みます。ターミナル1だと2から5番ゲートの専用ゲートからそのまま荷物検査へ進むことができます。本当にスムーズです。次はシティエアポートターミナルを利用せず、インチョン空港から帰国される方の流れをお伝えします。空港到着までに済ませておきたい手続きがあるのでお伝えします。まず、袋航空便のウェブチェックインはあらかじめ済ませておきましょう。私は搭乗前日の夜までに済ませることが多いです。それからアプリで出てきたこちらのインチョン空港スマートパスは時短が叶うので絶対登録しておきたいアプリです。スマートパスは往路の入国時に出てきた SES スマートエントリーサービスとは別物です。同じような名前でややこしいですが、袋の出国時に便利なのは青いマークのスマートパスです。インチョン空港の出国審査は時間帯によっては長蛇の列です。そんな時、スマートパスに登録しておけば、このオレンジのレーンからサクサク顔パスで搭乗ゲートまで進めちゃうんです。このレーンを通るにはあらかじめ登録が必要。登録は簡単。アプリをダウンロードしてパスポートをスマホでスキャン。スマホカメラで顔認証を行って搭乗券情報を登録します。こちらも韓国の航空会社を中心に対象の航空会社を利用する方のみとなりますが、簡単で便利なのでぜひ利用してみてください。スマホアプリだけでなく空港のセルフチェックイン機でも登録は可能です。空港に到着したらチェックインをしていない方は済ませて、次に荷物を預けます。スマートパスの登録が済んでいる方はそのままセルフバゲージドロップで荷物を預けましょう。セルフで荷物を預けると規定の重量プラス2キロまで荷物を預けることができます。私はこの日チェジュ航空を利用し、規定が15キロなので17キロまで預けられます。プラス2キロって大きいですよね。特に LCC を使う人はスマートパスを登録してセルフバゲージドロップで荷物を預けましょう。荷物も預けて身軽になりました。出国審査に進みます。あれ、この日は青いレーンも空いていますね。ゲートの混雑状況はこちらの掲示板でチェックできます。また各ゲートの上にも通過できる目安時間があるので、
混雑しているときはチェックしてみてください。スマートパスを登録したのでオレンジレーンを進みます。この後の流れは保安検査場でセキュリティチェックを受けます。その後は出国審査です。出国はもともと自動ゲートでしたので、パスポートの読み込みをし、指紋と顔認証して通過します。保安検査場が混雑していなければスムーズです。制限エリア内に入ったら、免税のキャッシュバックを受けに28番ゲートに向かいます。右の有人カウンターは日本円で受け取りができ、左の端末はウォンで受け取りができます。私はまた韓国に来るのでウォンで受け取ります。すでにレシートは読み込みが済んでいるので、パスポートを読み込ませれば受け取ることができました。インチョン空港はとっても広いです。ゲートに行くにも場所によってはかなり歩きます。特に100番台のゲートは地下1階からシャトルトレインに乗って移動が必要です。15分はかかるので早めに移動しましょう。次はキンポ空港の流れも簡単に説明します。キンポ空港はインチョン空港に比べてコンパクトなので手続きもスムーズにできます。空港に着いたらまず免税手続きしましょう。インチョン空港同様にキンポ空港にもキオスク端末があるので、こちらでパスポートと対象のレシートを読み込ませます。丸が出たら出国後36番ゲート前で受け取り、×が出たら隣の税関カウンターで確認をします。次に各航空会社でチェックインと荷物を預けます。キンポ空港もセルフバゲージドロップで荷物を預けます。自身の荷物が通過するのをチェックします。では韓国出国します。保安検査場でセキュリティチェックを受けて、出国審査は外国人レーンに並び、帰りは自動ゲートでパスポート読み込み、指紋と顔認証して通過。キンポ空港はとってもスムーズです。制限エリアに入り、36番ゲート付近の端末で免税の返金を受け取ります。インチョン空港同様にウォンでの受け取りはキオスク端末で、日本円の受け取りは奥の有人窓口となります。それでは搭乗します。搭乗前、最後にパスポートを提示して搭乗券をピッとして機内に乗り込みます。偏西風の関係で復路は往路よりもさらに飛行時間は短いです。あっという間に到着なので日本入国情報もお伝えしますね。帰りもパスポートで簡単帰国。あと、日本国籍でも税関申告書は必要となります。機内で受け取る紙での提出か、ビジットジャパンウェブで登録するか、どちらかが必要です。一度登録すれば、2回目以降は簡単に登録できるし、混雑している時間に帰国するときは、登録しておくとスムーズなのでおすすめです。私は現地空港で搭乗を待っている間や、日本に到着して通信がつながるようになった機内で登録することが多いです。ビジットジャパンウェブの登録方法は別動画をチェックしてみてください。それでは日本に入国します。日本への入国は検疫、入国審査、税関申告の流れです。検疫は体調が悪くなければ通過。日本国籍は自動ゲートでパスポートかざして顔認証して入国。荷物を受け取って税関へ向かいます。電子申告ゲートを通過して帰国です。お疲れ様でした。こちらが日本を出国して韓国旅行をして帰ってくるまでの流れです。旅のデジタル化が進んでいますね。韓国旅行完全ガイドはいかがでしたでしょうか。出入国情報、空港での流れ、持ち物、交通、アプリや通信などなど、現地情報を盛りだくさんでお届けしました。進化し続ける韓国情報についていくのは大変ですが、グルメ、ショッピング、美容、エンタメなど魅力たっぷりの韓国への旅行をしっかり予習して楽しみましょう。こちらの動画が皆さんの韓国ソウル旅行の参考になれば幸いです。参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。韓国旅行 Vlog もたくさんアップしているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の旅動画でお会いしましょう。エイミーでした。